で、ほら見て。めっちゃいい景色でしょ、これ。やばくないこの景色。あ、焼肉美味しそう。いや、松阪牛食べたい。お腹空いてきた。半袖寒そうだけど大丈夫か？ビール会社で働いてる人ってさ、お酒飲み放題なのかな？おみくじ、あれ？今年おみくじ引いたっけ？あれ？首痛くなるよね、これ。帽子の数がすごいな。狭い道でもなんか様になるね。この浅草って。確かね、日本で最古の遊園地だった気がする。やっぱりこれ、アメリカ国旗だよね。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕と一緒に東京の街を散歩して日本語を学んでいきましょう。よろしくお願いします。はい。皆さん、お元気でしたか？僕はですね、めちゃめちゃ元気です。はい。僕はめちゃめちゃ元気だよ。いや、なんで僕がめちゃめちゃ元気かっていうのをみんなに教えてあげるよ。それはね、最近たくさん寝てるからなんだよね。やっぱり人間ってたくさん寝た方がいいよね。いや、不眠症だっていう話前したんだけど、最近はね、すごい長い時間寝られてます。うん。だから、頑張るね、これからも YouTube の動画投稿。頑張りますよ。最近ね、動画投稿頻度が、落ちてしまったんだよね。うん。だけど、これからもね、たくさん動画上げてくからね、みんな期待してて。で、今日はね、すごい有名な場所来たよ。ほら、向こう側にそびえ立っているの、東京スカイツリーっていうタワーなんだけど、みんな知ってるかな？目の前に見えるのは雷門っていう浅草にある門です。はい。で、この浅草っていう場所、日本に来る外国人の方は、大体の方が行く場所だと思うんだよね。そのくらい、観光名所としてすごい有名な場所で、みんなね、日本に来たい人たくさんいると思う。この動画を見ている人って、ほとんどの人がね、日本に来たいなとか思ってる人だと思うんだけど、今回は、そんな日本に来たいなって思っている人が、日本の浅草にもう来なくていいぐらい隅々まで浅草を歩いていこうかなって思います。ほら見て、もう見ればわかるでしょ。もう観光客だらけなんだよ。みんな写真撮ってるしね。で、これが有名な雷門だよね。みんなこの前で写真を撮ったりしてるんだけど、この奥にね、浅草寺っていうお寺があるんだけど、その前にこうやってね、お店がたくさん並んでるんだよね。で、この景色すごくない？すごいでしょ？日本の観光地っていう雰囲気がするけどさ、ほら、いろいろなんか楽しそうな、いろいろ面白そうなお土産が売ってるよね。で、この通りさ、すごい長いから、一つぐらいは買いたいなって思うものあると思うんだけどさ、今回はね、僕はこの動画の撮影に集中してたから実は何も買いませんでした。うん。でもなんかこれ良さそうだなとか思うお土産あったからさ、うん、買ってもよかったんだけど、僕はね、東京に住んでるから、いつでも買えるんだよね、浅草に来て。だから今回は、撮影に専念することにして、お土産は買いません。うん。でもなんかさ、みんななんかいろいろお土産どれ買おうかなとか選んだりしててさ、楽しそうだよね。うん。なんか日本っぽいお土産が多いからさ、ここら辺さ、立ち止まってお店の中の様子を見てる人が
たくさんいるけど、みんな日本のお土産ここで買って帰るのかな。それともやっぱりドン・キホーテとか有名なお店で買うのかな。でもね、このね通りはね、こうやってお菓子も売ってるんだよね。そう、お菓子も売ってるんだよ。だからここでね、もなんか食べ物を買って、浅草の街を食べ歩きすることもできるからさ、うん、いろんな楽しみ方があるよ。なんか今日本語おかしかったけど気にしないでね。そう、こうやってさ人が多いから、若干前に進みづらくなることもあるんだけど、お、やっと進めました。右側シャッターが降りてるけど、お休みなのかな、あの店。それとも何の店舗もね入居してないところなのかな。いいでしょこれ。上に垂れ下がって上にあるのってさ、本物の紅葉かな。違うよね。絶対作り物の紅葉の葉っぱだよね。うん。半袖寒そうだけど大丈夫か、この今の2人。日本もね、なんか本格的に寒くなってきたんだよね。うん、なんかね寒くなってきたんだよね最近。あんなに夏が暑かったのに、なんかね秋がない感じがするな。いきなり季節が夏から冬に移り変わったような、そんな感覚だよ今年の日本は。しかも東京はね、もう本当にずっと雨だったからね最近は。でこのね動画を撮影した日もね、こうやって雲がかかってるでしょ。でもねこの日本当に久しぶりに雨が降らなかった日なんだよ。だからね僕の気分は最高潮でしたよ。いや僕やっぱり雨が降ってる日とかさ、低気圧の日ってやっぱり体がだるくて思うように動かないんだよね。だけどこの日はね、もう久しぶりに、空が見えたからね、もう僕の気分は絶好調でした。で前に見えてるのが浅草寺っていうお寺だね。でなんか着物着てる人もいるよね、何人か。やっぱりね浅草といえば、日本的な風景が見られる場所ですから、日本を楽しむためにも着物をね着て日本を楽しむっていうのは、いい選択なんじゃないかなと。はい、私日本人としては思いますけど、僕って今まで着物着たことあるのかな。いや僕さ、こうやってみんなに日本語を教えてるけど、若干ね日本語の間違えた、若干僕って日本の文化に詳しくない時もあるんだよ。で男性の着物ってどういうものだ、あれ見たことないんだけど、あんまり女性しか着ないものなのか着物って。はい、向こう側に五重塔があります。五重塔もね日本各地に古いものがたくさんありますからね。ここ以外の五重塔を見たことがあるよっていう人もこの動画を見ている人の中にはいるかもしれないけどさ、とにかく浅草の五重塔は先ほどのような見た目をしておりますね。はい、こういうね門みたいなのがたくさんあるね、この浅草のエリアっていうのは。で赤色でさ、すごい SNS 映えもするようなそんな場所だからね、もう写真撮ってる人がとにかく多かったね。でも今左に通ったカップルは、女性が着物を着てて男性は着物着てなかったよね。あれ男性用の着物ってないのか。日本人なのに日本の文化全然知らなくてごめんなさい皆さん。
はい、皆さん気になった人はぜひね、Google とかチャット GPT とかで調べてみてね。で、ここの両脇に見えるのはおみくじが売られてるエリアだね。おみくじ、あれ今年おみくじ引いたっけ？あれ忘れちゃったあれ今年おみくじ僕引いたっけ？まあ忘れちゃったんだけど、はい、やっぱおみくじでね、おみくじで今年の運勢を占ってるんですかね、皆さんは。なんかちょっとね、神聖な雰囲気がしてまいりましたけれども、目の前に見えてるのが、浅草寺のお参りをする建物だよね。まあ、人が本当に多いぞ、ここは。やっぱり、しかも日本人じゃない方がすごい多いな。日本人はあまり来ないのか？逆にこの場所は日本人が少数派っぽいよね。外国の観光客の方ばっかりだからさ。でね、この中に入ると、まあ、お賽銭を払って参拝できるんだけど、今日はね、中に入りません。うん。まあ、中もそんなに広くないんだけど、まあ、ネタバレしてほしくないよっていう人いるじゃん、多分。うん、だからね、ぜひ、浅草に来て、浅草に来てから、この中身がどうなってるかっていうのをね、見てください、皆さん。はい。でもね、この撮影をした後ね、ちゃんと参拝させていただきました。はい。まあ、こうやってね、撮影させてもらってるからね、お参りしないとね。で、今のが浅草寺なんだけど、ちょっと待って。ここあれだね、手を洗うところだね。そう、参拝する前に手を洗わなきゃいけないからね。で、そうそう、この建物が浅草寺、だからお寺なんだけど、まあ宗教で言うと仏教だよね。うん。で、この横にあるこの全く人気のないエリアなんだけどささっきのね、お寺と比べたら全く人気のないこのエリアなんだけど、こっちがね、神社のエリアなんだよ。で、宗教で言うと、こっちはね、神道の建物。だから、宗教が別なんだよね。で、別々の宗教なんだけど、こうやって、隣同士に、まあ、隣り合ってるんだよね。面白くないこれいや、こういうのね、すごい面白いな。なんか日本独特の文化だなって思うんだよね。違う宗教がね、同じエリアに隣り合ってるっていうね。で、なんかね、なんか明治時代だっけ、まあ江戸時代だっけ、忘れちゃったんだけど、神社とお寺が、なんか統合された時期があるらしくて、でたまにあるんだよね、こうやってお寺と神社が同じエリアにあるっていう、そういうパターンがさ。はい。で、まあいつもね、こうやって動画を撮影しに神社に来た時っていうのは、一旦撮影を止めてから、あの、一体、参拝をして、その後にまた撮影を再開するっていう感じでやってたんだけど、まあ今日はね、撮影を止めずに、一気に、録画しちゃいたいなと思ったから、後でね、参拝しました。だから、この時はね、撮影を続けましたね。でさ、こうやって観光客に人気の浅草だけどさ、本当にエリアによって人の数全然違うでしょほら、このさ、その浅草寺の建物の裏側全然人いないんだよ。で、ここに止められてる車って誰の車なんだあ、でもあれか。そのお寺とか神社とかで働かれてる方の車なのかな。まあ、多分ね、一般の車はここには入れないと思うんだよね。いや、面白いね。みんなやっぱり。まあ今の世界の流れとしてはさ、そのインスタとか SNS で
まあ、人気になった場所にみんなが一気に集まるよね。うん。だから、まあ、自分なりの観光地っていうのをさ、見つけてみたいなってたまに思ったりするんだよね。うん。やっぱりね、まあ、最近はオーバーツーリズムとかも問題になってるよね。まあ、浅草もオーバーツーリズムって問題になってるのかな。間違えた。東京じゃなくて、まあ、京都だとオーバーリズムがちょっと問題になってるよみたいなニュース記事とかは見たりするんだけど、まあ、浅草もかなり観光客の方多いと思うけどね。で、向こう側に見えるのはね、オレンジ、みかんを直接絞ったオレンジジュースが飲める自販機ですね。まあ、友達がたまに買ってます。で、なんかこの日イベントあったのかな、こうやって、なんか出店みたいのが並んでたんだよね。なんでだろう。なんかお祭りか何かやってたのかな。はい。で、こうやってね、ちょっと混雑してるエリアに戻ってきましたけど、このままね、まっすぐ歩いていきたいと思います。浅草はね、この浅草寺以外にもね、もう行くべきところたくさんあるからね、マジで。いや、本当にね、浅草は魅力的な街ですよ、僕にとっても。まあ、定期的に行きたいなって思うね。で、最近はね、海外の観光客の方が多いから、僕もね、こういう場所を歩くとね、そのみんなからエネルギーもらえるんだよね。あの前もさ、みんなに話したことあるけど、なんか観光客の方々ってさ、みんな楽しそうな顔してるじゃん。もう目がキラキラ輝いてるじゃん。なんかそうやって楽しそうな人を見てると、僕もね、なんかテンションが上がってくるんだよね。僕の気分も、もうよりね、良くなってくるんだよ。うん。だからこうやって観光客が多い場所好きです。うん。まあ人によってはね、ちょっと観光客たくさんいると、オーバーツーリズムがちょっと困っちゃうなとかいう人いるんだけど、僕はね、海外の方にはたくさん日本に来てほしいな。うん。その方がね、そういう、楽しんでる観光客の方を見るとね、僕の気分もね、良くなってくるからね。で、ちょっと道をそれたら、ほら、こうやってさ、なんか、ガイドの方かな。こうやってさ、ちょっと違う道に入ると、人の数がもうだいぶ減るよね。いや、こっちもね、静かで閑静なエリアですごいいいエリアなんだけどな、観光客の方、こっちも歩いてほしいな。まあそんな風に思ってたんだけどさ。いいな、ベビーカーに乗ってる赤ちゃんはいいね。これ歩かなくていいからね。疲れなくて済むよね、ベビーカーにずっと乗ってたら。僕もね、ベビーカーに乗って、誰かにね、運ばれたいけど、もう僕はね、もう赤ちゃんじゃないんだよ。うん。僕はね、残念なことにもう大人なので、誰もね、僕の上にベビーカーの上に僕を乗せて運んでくれません。うん。でもさ、たまに思わない正直。いや正直たまにさ、赤ちゃん羨ましいなって思うことない？その歩き疲れた日とかさ、ちょっと赤ちゃんの代わりに僕がベビーカー乗りたいなとか思うときない？僕はあります。はい。恥ずかしいんですけど、はい。正直に言うと僕はそういう時ありますね。うん。もうなんか、いいカメラで、良さそうなカメラで撮ってたね、写真。いや僕もね、こうやって YouTube に動画を投稿してるんだけどさ、YouTuber によってはさ、そのすごい高性能なカメラで撮ったんだろうなっていう、そういう動画を上げてらっしゃる方もいるじゃん。うん。そういうのを見るとね、うわ、なんか僕もいいカメラ買いたいな、高性能なカメラ買いたいな、みたいに思うことあるんだよね。うん。
まあ、だけどね、まあ、まだ変えてない。やっぱり僕って優柔不断な男なので、そういう高額なものを買うときってちょっとね、考え込んじゃうんだよね。はい。上にね、フリーフォールがあるけど、これね、遊園地、確かね、日本で最古の遊園地だった気がする。うん、日本で一番古い遊園地。でね、お金払わないと中に入れないからさ、まあ、この時はね、まあ、そのまま、まあ、この建物には入らないで歩き続けたんだけど、まあ、さっきのね、浅草寺の建物の中もそうだけど、この動画内でね、中に入れなかった建物っていうのはね、皆さんぜひ、実際に浅草に来て、その中がどうなってるのかっていうのをね、確かめてください。みんな、日本来てね。もう日本すごいいい場所だからね。で、まあさ、この散歩動画は何本目の動画だっけ？まだね、全部見てない人もいると思うんだけど、どこに行ったっけ？横浜、新宿、秋葉原、浅草。だから、今回が4本目の散歩動画か。で、いつもさ、まあ、東京とかその周辺の動画ばっかりになってきて、まあ、みんなもさ、飽きてるでしょ。うん、だから、ね、別の場所とか歩いてみたいなって思うんだけど、で、上に花屋敷通りって書いてあるね。で、さっきあった遊園地が花屋敷っていう名前なんだよね。まあ、だから、まあ、この通りの名前になってるんだろうね。その遊園地の名前っていうのが。でね、この動画を撮ったのが日の入りのちょっと前だから、もう少ししたら、空がね、暗くなってきちゃうと思う。もう最近はさ、もう冬に近づいてるからさ、日の入りの時間が早いよ、やっぱり。やっぱり僕は、太陽の光でね、エネルギーを、まあ、得ることができるタイプの人間じゃん。もうだからちょっと寂しいね、太陽が見えないっていうのは。すごいね、このお店。まあ、帽子の数がすごいな。すごい。よくこんな帽子取り揃えたな。ここの商店街はね、まあさっきの浅草寺の前の、まあ、通りと比べたらあんまり人いないね。シャッター閉めてる店もあるよね。ちょっとなんか若干寂しい雰囲気がある商店街だけど。まあでもね、まあ田舎に行くと日本ではね、これより寂れた商店街があるんだよね。まあ、この商店街なんかはもう全然寂れてない方だと思うわ。日本の中で言うとね。そう、日本の商店街、まあ、特に田舎にある商店街はね、そう、シャッター街になってることがね、結構問題視されることがあるね。お、東京スカイツリーが見えるぞ。世界で2番目に大きい人工建造物だけどさ、夜夜用のライトアップなのかな。なんかさ、右から左に流れるようなライトが光ってるけど、あのタワー。そう、まあ、さっき何の話してたんだっけ。そうだ、シャッター街ね。そう、まあ、田舎だとね、まあ、まあ、商店街って、まあ、昔からある、まあ、ものなんだけど、その近くに巨大なショッピングモールとかできたりすると、もうお客さんが全部そっちの方に持ってかれちゃって、商店街がね、廃れたりするっていうのが、まあ、田舎だと結構大きな問題になってるんだよね。で、まあ、この問題っていうのはね、僕が小学生の時から社会の授業で習ったんだけどさ、今はもうさらにひどくなってるんだろうな。
まあ東京とか大阪とかもうそういう大都市って、まあ、人口増え続けてるけどさ、まあ、田舎に行けば行くほどさ、そう、まあ、人口が減ってるし若者の数も減ってるから、まあ、昔よりもシャッター商店街って増えちゃったんだろうな。おっと、デカめのトラックがこっちに曲がってきたから避けないとな。でね、浅草駅っていうのがね、まあ、ここから見ると、まあ、左前の方にあるんだよね。で、今日の、まあ、この動画の最初僕が歩いてたのが、地下鉄の浅草駅からちょうど出てきたところなんだよね。で、浅草に来る人はね、まあ大体、うん、浅草駅を利用するかな。で、東京スカイツリーも今見えたけど、まあ、ちょっと遠いんだよね。東京スカイツリーに行きたいっていう人がいたら、その東京スカイツリーの真横にまた別の駅があるから、まあ、その駅をね、利用してもらう感じになる。で、今日はね、せっかくだから浅草からね、東京スカイツリーに向かって歩きたいと思います。はい。まあ、みんな浅草から東京スカイツリー歩いたことあるかなっていうか、浅草に来たことある人って何人くらいいる？あそこにね、天然温泉って書いてあったんだよね。目の前にあるマンション。だからここら辺、温泉が湧くってことなのかな。あのね、結構東京って温泉湧くところ多いんだよ。まあ日本ね、全国にたくさん活火山あるからさ、それの影響で、まあ温泉って湧くところ、日本各地で多いんだけど、東京にもね、結構温泉湧く場所って多い。だから街にある銭湯とかでも、水道水を使っているところもあれば、本当に温泉を楽しむことができる銭湯もあるんだよね。でね、目の前に見えるのがホッピー通りっていう、まあ、通りなんだけど、ホッピーっていうね、まあ、ビールみたいなお酒があるんだけど、それがね、すごい有名なんだよね、浅草って。そう。だからそのホッピーを楽しめる通りが、このホッピー通りで、本当にね、たくさんの店が並んでるんだよ。ここはね、ちょっと一旦こっちには行かないで右に曲がるんだけど、ここも後で歩くからね。この時ね、そう、どっち行こうかなって迷っちゃってさ。お、すごい。前の空、綺麗。夕焼けってさ、雲があった方が綺麗じゃない？今日はなんか赤く染まってないんだけど、空が。なんかたまにさ、雲と夕焼けが織りなすコンビネーションが超綺麗な時ない？なんか写真撮りたいなとか思う夕焼けの時ってたまにあるよね。で、まあこの道をまっすぐ歩いていくと、外国人観光客の方が大好きなお店があるんですよ。何だと思う？何のお店だと思う？これ。ドン・キホーテ。もうね、ドン・キホーテはね、もう、海外の方本当に大好きだよね。まあ日本人も大好きだけど、お土産みんなここで買うよね。うん。本当に何でも売ってるからね、このドン・キホーテっていう場所はさ。まあ今日もね、店内には入らないんだけど、まあここの浅草のドン・キホーテもさ、結構すごい品揃え豊富だから、まあ浅草に来たらもうお土産買うとしたらここ一択だね。うん。で、なんかここ劇場らしい。うん。じゃあ、ホッピー通りの方に向かって歩きますか。ね。なんか最近はね、お酒
飲む人も減ってきてるらしいね、世界的に。うん。最近僕が読んだニュース記事だと、イギリスで本当に若者がお酒を飲まなくなってきてるらしくて、イギリスといったらさ、パブとかさ、バーとかが有名でしょ。うん。だけど本当に毎年すごい勢いで閉店してるんだって、イギリスのパブって。で、日本はどうだろうな。お酒、そう、昔の人がどのくらいお酒飲んでるのかわからないんだけど、いや、最近僕ね、全然お酒飲まなくなったんだよな。うん。多分年齢的なこともあるから少しずつ僕の体もおじいちゃんに近づいてきちゃったからさうん、お酒をね、たくさん飲めなくなったっていうのもあると思うんだけど、昔の人の方がたくさん飲んだのかな。なんか、昔はね、そのアルハラとかがあったらしいが、その上司に言われたら、その若手とか部下はお酒を飲まなきゃいけないみたいな、そういう文化があったらしいんだけど、最近はね、そういうのはコンプライアンス上、やっちゃダメっていう、そういう雰囲気になってるし、上司もね、部下に向かってお酒を飲むように強要できない世の中になってきたから、そう考えると、社会全体がお酒を飲めないような、そういう構造になってきたような気がするよね。ほら見て、この外でお酒飲んでる人楽しそうだよね。盛り上がってるね、この場所。でもね、もうちょっとするとさ、本格的に冬になると、やっぱり寒いんだろうな、こういう室外の席っていうのは。ストーブとかが用意されるってことかな。さすがにこのままだと寒いよね、冬になると。いや、東京でも寒い日はさ、5度とか4度とかになることあるからさ、多分なんかあれかな、室内の空気が外に逃げないような、この左にあるような透明なベールで覆うようにするのかな。で、中をストーブとかで温めてとか、そういう工夫するのかな。ここにもユニクロあるんだ。日本にはね、ユニクロって日本の会社によって運営されてますからね、ユニクロめっちゃ多いよ、日本。で、僕もね、もうユニクロと GU の服ばっか着てるね。うん。いや、丈夫でいいんだよね。丈夫だしさ、なんていうの、シンプルなデザインなんだよ。そのロゴとかがさ、服についてないから、シンプル好きの僕にとってはね、本当に素晴らしいブランドなんだよね。ユニクロとか GU っていうのは。このなんか小さい通りもいいね。うわ、右に座ってる人たち、仕事終わりかな、なんか思い思いの時間を過ごしてそうだけど、もうなんかここの食堂も美味しそうだね。こういうなんかちょっと裏道にあるようなお店って美味しかったりするんだよね。あまり人目に触れないような場所ってね、誰もそう知る人ぞ知るスポットだったりするじゃん。じゃあここはまっすぐ歩いていくことにしようかな。浅草はやっぱり他の観光地もそうなのかな。なんか人がいっぱいいるエリアと人が少ないエリアがすごい極端だなって、この今歩いてる時思ったんだよね。観光地ってそういうものか。それが観光地だよね。やっぱり有名な景色とか有名な建物に一気に人が集まる、それが観光地ですかね。バッティングスタジアムって書いてある。これ撮影してるとき気づかなかった。バッティングセンターあるんだ、浅草。
まあ皆さん知ってると思うんですけど、まあ日本ってね、その野球が超人気スポーツで、僕もね、野球の試合たくさん見るんだよ。で、僕はね、野球経験者ではないんだけど、なんか、バットでボールを打ちたいなとか、そういう風に思う時あるわけよ。そういう時にね、バッティングセンター行きたいなとか思うんだけど、意外とないんだよね、バッティングセンターって。うん、だから今ね、初めて知りました。浅草にバッティングセンターがあるっていうこと。ちょっとね、自分の頭で覚えておこうと思います。まあ、やっぱり、バッティングセンターって少ないからね。浅草、今度ね、浅草来た時に、まあ、バッティングセンターがあることを思い出して、バッティングセンター行こうかな。お、左側に GU の看板がある。はい、GU。ユニクロとね、運営会社同じですからね。で、ユニクロよりも安い服を売ってるから、まあみんなね、まあ安くて品質がいい服が買いたかったらね、日本で。GU がおすすめですよ。本当に。ちょっと水飲むわ。あ、今日も水が美味しいな。で、ここは人通り結構多いな。自転車が多いな。で、こっち側歩いてみよっか。そのアーケードになってるね。ここは屋根があるから雨が降っても安心だよね。で、ここまっすぐ歩いていくとね、まあ、動画を、この動画が最初にね、始まった時の場所に着くんだけど、こう考えると浅草の商店街って超でかいな。こんなにでかい商店街って他どこにある？結構大きいよね。いや、結構日本の中でも結構屈指の大きさだと思うよ、この商店街。だってこのアーケードも結構長いからね。あ、焼肉美味しそう。松坂牛食べたい。お腹空いてきた。今ね、夜にこの録音してるんだけどさ、まだ夜ご飯食べてないっすよ、僕。いや、今日まだ夜ご飯食べてなくてさ、めっちゃお腹空いてきたんだけど、今の松坂牛の。てかさっきのさ、焼肉屋さんを見たら、どうしよう。だってさ、まだこの動画さ、あと50分ぐらいあるでしょ？で、多分さ、その50分間の間にさ、絶対また美味しそうなお店出てくるよ。どうするみんな。みんなお腹空いてる今。うん、一旦薬局見ようか。一旦、食事とは一見関係なさそうな薬局を見ることによって、自分のね、食欲を抑えつける。みんな今何時にこの動画見てるの？まあね、今、この動画内すごい、あれ、さっき外明るかったよね。もうこんなに暗くなってるんだ。空。あらららら。この動画みんなさ、どんな時間帯に見てるの？まあ、僕の予想だと、みんな学校とか仕事とかから帰ってきた夜でしょ。うん。だからそんな夜にぴったりな時間帯に録画してるよね、僕って。この動画内の日本も夜だからね。うわ、ちょっと左側に美味しそうなドリンク見えちゃった。うわ、抹茶美味しそう。抹茶オレかな。あれ、ちょっと待って。ちょっと僕の食欲が爆発するかもしんない。みんないい？僕の食欲が爆発しても大丈夫？なんか右側にあるみたいに、なんかカプセルトイのお店すごい増えたよな、最近。儲かるのかな、カプセルトイのお店経営すると。いや、なんかさ、個人的にね、あまり
まあ、カプセルトイとかガチャガチャ、ガチャガチャじゃないか、ガチャポンか。ガチャポン、さあ、個人的にあまり買う機会ないから、本当にガチャポンって人気なのかなって毎回ね、ああいうお店を見ると思うんだけど。これ何？これもお肉屋さん？寿司じゃん。回転寿司じゃん。やっぱり最近思ったことがあるんだけど、寿司ってめっちゃ美味しい。寿司めっちゃ美味しいわ、やっぱり。最近友達と、回転寿司行ったんですよ。うん。最近友達とね、回転寿司行ったんだよ。本当に、最近さ、寿司食べる機会なくて、久しぶりに食べたんだけど、めっちゃ美味しいね、回転寿司ってやっぱり僕って日本人なんだなって思った。うん。もうたくさん食べちゃったよ。うん。薬局多いね、そしてこの通り。商店街、日本の商店街ってなんかね、薬局多いイメージなんだよな、僕の中で。なんだこれ、宝石でも売ってるのかな。で、さっき歩いたお土産とかがたくさん売ってた通りの裏側を今歩いてんだけどさ、やっぱり人少ないよね、メインの通りと比べたら。でもなんかこういうさ、狭い路地、狭い道でもなんか様になるね、この浅草って。なんかどの景色を切り取っても、どんな風景を切り取っても、インスタグラムにアップできそうな景色じゃないそんな感じしない？日本のね、こういう、街を歩いてて、一つこれは改善した方がいいなって思うのはね、その、電柱が邪魔っていうことだよね海外とかね、東京の一部のエリアだと、電線がその地下に埋まってるから、すごいなんか綺麗な街並みになるんだよね。ただね、まだ電柱がいっぱいあるエリアっていうのがすごい多いから、うん、地下に、電線は地下に埋めてほしいなって思うことあるんだけど、結構お金かかるのかな。ね、今は、なんかね、日本は、税金が足りてないですからね。うん、国債っていう借金で、税収を賄ってますからね、日本政府っていうのは。これ結構有名な話だけどさ、その世界の政府の中で一番借金が多い国って日本なんですよ。うん。でね、政党によってはこのまま借金をしまくればいいんだとかいう、そういう風に言ってる、政党もあるし、考え方は人それぞれなんですけど、とにかく何が言いたいかっていうと、日本はね、その借金をしてまででもお金を集めて税金を集めてるんだけど、それがねずっと続いちゃってるっていうね。だから税金の無駄遣いとかねあんまできないと思うんだけど、電柱はね地面に埋めてほしいな。うん。あれでもここないな、電柱。あるあれここは埋まってんじゃない、電柱。うん。ないよね。電線が上にないよね。もうすっかり暗くなりましたよ。だってさ、この動画の最初ってさ、明るかったじゃん、空。ね。もう昼だったじゃん。もう急に暗くなっちゃってさ。うん。夜景が綺麗な時間帯に、なるからね、いいんだけど、なんか冬ってさ、すごい空が澄んでない？
これいつも思うのがさ、夏にね、夏の大三角とか星座を見るとさ、星空を見ると、なんか曇ってる感じがするっていうか、冬に見る星空ってすごいね、綺麗なんだよね、夏見る星空よりも。これって気のせいなのかななんか科学的根拠があって、そういう現象が起きてんのかな。なんかすごい気になるんだけどさ。で、またこのアーケードが見えるね。やっぱりこの商店街めっちゃ広いわ。うん。いや、この商店街は潰れないでほしいな。うん。田舎の商店街みたいにね、シャッター街になってほしくないからね。もうみんなもさ、この浅草に来てたくさんお金使ってね。うん、日本の商店街が潰れないように、皆さん、ご協力、よろしくお願いいたします。いや、もうここまで来ると全然人がいない。今この道一人も歩いてない。静かだね。静かな時間が流れています、この通り。ただ向こうまで歩くと大通りに出るからね。なんか独特な形の自動販売機じゃなかった今の。コカ・コーラの自動販売機。あんな形の自動販売機あまり見ることないよね。ほらこれ、こういうのだよね、自動販売機の形って。なんか太ってたね、さっきの自動販売機。赤色の自動販売機は。一旦ここは左に曲がって、で、浅草駅の方向に歩いて、で、そのまままっすぐ行って、東京スカイツリーの方に行こうか。ですごいね、なんかね、最近思うのは薬局がね、やたら多いんだよな。うん。儲かるのかな、薬局やると。日本は、薬局とあと歯医者が多い気がするんだよね。コンビニ、歯医者、薬局の数がすごい多い、日本は。便利だけどね。うん。薬局ってさ、薬とかさ、絆創膏とかさ、あとは化粧品以外にもさ、なんか飲み物とかお菓子とか売ってたりするじゃん。だからね、ああいうのが売ってるとすごい便利だなとは思うんだけど、あんなにたくさん薬局があって、ちゃんと儲かってるのかなとかそういうことをね、考えちゃうんだよね。結構僕ってさ、おせっかいな人間なんだよね。これ大丈夫なのかなとかさ、他人のことなのに気になっちゃうからさ。ほら、こうやってさ、美味しそうなご飯が並んでるけど、こういう景色を見るたびにさ、僕のお腹がどんどん空いていっちゃうからさ。あとなんかこういうなんかさ、この左のお店はリュックがたくさん売ってるけどさ、さっき通ったエリアだと帽子がたくさん売ってたし、なんか、スーツケースが売ってる店もあったよね。喫茶店だ。喫茶店に行ったら普通はね、コーヒー飲むと思うんだけど、僕ってコーヒー飲めないんだよね。コーヒー飲めないからさ、コーヒー飲める大人になりたいんだけど、もうね、すっかり大人になっちゃった。子供の頃はさ、大人になったらコーヒー美味しく感じるようになれるのかなとか思ってたんだけど、大人になっても未だにコーヒー飲めないよ。だからさ、スターバックスとか、そういう、なんていうのカフェに行くと、いつも僕はね、ココアを注文するんですよ。うん。コーヒー飲めないからね。でもなんかコーヒーってね、寝る前に飲むと良くないらしいよね。
目覚めちゃうからね。で、この動画の冒頭にも言ったけど、最近僕結構睡眠時間取れるようになってね。なんか睡眠たくさん取れると好循環だよね。逆に睡眠取れない日が続くと悪循環っていうかさ、眠くて集中できなくて、でダラダラ過ごしちゃって、結局寝るの遅くなっちゃって睡眠時間取れないみたいな、そういう悪循環に陥ることってあるでしょ。ただね、睡眠を取れてると好循環だね。で最近はね、なんか日本だとね、そのショートスリーパーっていう、あまり睡眠時間を取らなくても生活できる、問題なくっていう人がね、注目を浴びたりするんだけど、僕は絶対ショートスリーパーにはなれないわ。で、日本で最近有名な人はね、睡眠時間1日30分とかそういう人がいるんだけど、僕はね、絶対そんな生活無理。絶対無理。で、そう、確かね、この日、アメリカのトランプ大統領が日本に来てたんだよ。だから、若干東京の中の警備がね、厳しくなってて、ほら、警察官が歩いてるでしょ。で、この浅草っていうエリアはね、その東京の中心地からは少し離れてるから、あまりね、警備もすごい厳しいっていうわけではなかったんだけど、この日はね、東京中で厳重な警備体制が敷かれてましたね。で、トランプ大統領が日本に来るのはなんか6年ぶりらしいんだよね。6年ぶりに、なんか2回目だよね、今大統領やるの、トランプさんって。だから6年ぶりにトランプ大統領が来るということでね、すごい厳戒態勢が敷かれてました。いや、最近本当にね、政治家に関連して物騒な出来事が多いじゃないですか。日本のね、昔日本に安倍総理っていう、総理大臣がいたんですけど、その人もね、自作の銃で撃たれて死んじゃってますし、アメリカのトランプ大統領もね、銃撃されて耳に穴が開いたっていう風なニュースを見たけど、そうだからやっぱりね、政治家とか芸能人とか有名人って常にリスクを背負ってるよな。でさ、日本に来てさ、そういう銃撃事件があってトランプ大統領に何かあったらさ、もう日本政府の立場がないじゃん。だからね、全力で警備してるんだろうけど、日本はね、銃がない、そのアメリカの一部の州と違って銃の所持が禁止されてるからさ、あまりそういう銃撃事件っていうのはないけどね。で、ほら今ね、結構こうやって半袖で立ってる人はね、あれなんて言うんだっけ飛脚じゃなくて、あれなんて言うんだっけ、人力車、そうそうそう、人力車の運転手ね。そう、浅草はね、人力車多いからね。で、人力車に乗って浅草観光してる人も多いからさ。そうだ、さっき僕がベビーカーに乗りたいっていう話したじゃん。ベビーカー乗らなくていいね、人力車乗ればいいんだね。そうだね。ベビーカーに僕が乗ったらおかしいからね。だから浅草でね、歩くのちょっと疲れたなみたいに、そういう風に思う人がいたら人力車乗ってね。タクシーとかよりもね、小回り利くと思うんだよな。やっぱりこういう観光地浅草だとさ、道も常に混んでるから、人力車に乗った方が好きな場所に行けると思う。でも人力車って法律上は車両なのかな。車と同じ扱いなのかな。気になるね。
うん。まあ僕はね、法律にはあまり詳しくないのでね。じゃあ、ここまっすぐ歩いて、目の前にある川を渡ろうか。まあその前に信号を、横断歩道を渡らないといけないね。うわ、今ちょうど赤信号になったじゃん。早く青信号なんないかな。でね、浅草って、何個か路線が走ってるんだけど、今ね、左側に見えてるのが、東武電鉄っていう鉄道会社の浅草駅。で、さっき僕が話した浅草駅っていうのは、地下鉄の浅草駅なんだよね。で、地下鉄の浅草駅と、この東武電鉄の浅草駅って、ちょっとね、距離があるんだよ。うん。で、乗り換えも多分5分ぐらいかかるから、ぜひね、浅草駅で乗り換えをする人は気をつけてね。うん。日本ってね、海外もそうかもしれないけど、日本って結構あるんだよね。同じ駅名なのに、その、駅、なんていうの距離が離れてるっていうのが結構あってさ。うん。だから、例えばね、Google マップでルートを検索して、乗り換えは、3分でしてくださいみたいな、そういう表示が出たとするじゃん。でも実際歩ってみると、え ?3 分どころか10分かかっちゃうよ、この距離だったらって思うことあるから、そういうのをね、ぜひ注意してください。日本人の僕でもね、なんか、思ったより乗り換えの時間かかっちゃったなとか、そういう風に思うことってあるからさ、ぜひ気をつけてね。よし、じゃあ、浅草のエリアを離れますか。ね。この橋を渡って、このね、前に橋があるんですよ。隅田川っていう川を渡る橋なんだよね。で、ここはね、夏はね、隅田川花火大会っていうの、本当に大きい花火大会があってさ、その時はね、もうたくさんの人で溢れますよ。うん。本当に進むのも難しいなっていうくらい混むからね、隅田川の花火大会っていうのは。昔からやってる花火大会なんだけどね。でさ、左側になんか金色の、なんか、オブジェみたいなのあるでしょ。ビルの上に乗っかってる。あれはね、ビール会社の本社なんだよね。で、あれなんなんだろう。あの黄色の物体が何を表しているのかは、僕はね、ちょっとよくわからないんだけど、これも結構有名なビール。で、ほら見て。めっちゃいい景色でしょ、これ。やばくないこの景色。で、東京スカイツリーが今は赤色と青色にライトアップされてるね。あれでもこれ、多分ね、ライトアップ、どういう色にライトアップされるかっていうのは、時期によってとか時間帯によって違うんだけど、あれかな。オバマ大統領が来日したからアメリカの国旗っぽい色になってるのかな。うん、その可能性は十分にある。うん。結構その日に起きてるイベントだったりに合わせて、ああいうライトアップの色って変わったりするんだよね。で、東京スカイツリーだけじゃなくて、東京タワーのライトアップも、その、日によって変わったりするんだよね。あれ、でも多分、アメリカの国旗っ
の色にしてるんだよね、多分。おそらくそうだと思う。うん。ちょっと気になった人は調べてみて。で、この橋を渡るとちょっと一気に雰囲気が変わるよね。浅草じゃないエリアに来るからさ。まあごくごく一般的な東京の一都市みたいな雰囲気になるけど、で上に走ってるのが高速道路だよね。一気に雰囲気が変わってきたよ。観光客の数も減ってきたような気がするよね。さて、左側にね、すぐ目の前に、ビール会社の本社がありますね。ビール会社で働いてる人ってさ、お酒飲み放題なのかな。ビール飲み放題なのかな、気になるよね。やっぱりお酒が好きな人がこういうビール会社に就職するのかな、気になるねそれ。お酒飲めないのにビール会社に就職する人とかいるのかな。新商品の開発とかするときって絶対試飲とかさしないといけないでしょ。そんな時にさ、いや私お酒飲めないんですとか言うのちょっと気まずくない？ちょっと気まずいよね、その状況があったら。でまた赤信号に捕まっちゃいましたよ。そろそろね、赤信号から青信号に変わりました。もう東京の中の一都市っていう感じだよね、雰囲気が。観光客が来るような雰囲気ではなくなったよね。人通りもかなり減った。なんか華やかじゃないよね。華やかじゃないよね、さっきの浅草のエリアと比べて。ここってでさ、SNS、特にインスタグラムとかを見てると、その世界各国の、観光名所とかをさ動画で見ることってあるじゃん。で中国の観光名所とか、例えば、北京とか大都市とかってなんかすごいカラフルで華やかなのね。なんか国によって全然雰囲気違うなと思って。日本ってどちらかっていうと、あまりその東京っていう都市に色がないんだよね。明るいんだけど色は少ないイメージ。なんかシンプルな感じがするのが東京なんだけど、北京の景色とか中国ってなんかすごい華やか、赤色とかピンク色とかすごい華やかな街のイメージがあるんだよね。で最近さ、ベトナムに観光しに行ったんだけど、ベトナムもどちらかというと街がね華やかなんだよね。だから場所によって全然違うなと思って。でさっきこれこれ話してたからさ、話せなかったけど、ゴーカートみたいな乗ってる人いたね。あれ乗ってる外国人観光客の方結構多くて、東京の街歩いてると結構見るんだよね。で思ったんだよ、あそこからゴーカートって出発してたんだと思って。ちょっとこの動画戻っていただくと分かると思うんですけど、建物の中でね、もういろいろなんていうの、コスチュームが並べてあったよね。だから自分が好きなキャラクターに、仮装して、この東京の街をゴーカートで運転するっていうのがね人気みたいなんだけどさ、
まあでもあのゴーカートって多分さ、高速道路走れないよね。で東京の街に来たらさ、やっぱりその首都高とかね、運転してほしいなって思うけどね。うん、東京ドリフトの雰囲気がするのはやっぱりね、首都高。まあ、日本の東京の首都高を、そのまあ、高速道路のね、法定速度の範囲内でだけど、まあ、速いスピードで運転するっていうのはすごい楽しいけどね。でも普段その例えば、まあ、アメリカに住んでて広い道幅に慣れてる人だったら日本のね首都高って結構運転しにくいと思う。もうカーブも急だし道幅も狭いし、日本人の僕でもね、うわ今ちょっと事故りそうだなとか思う時あるんだよね。うわー雲が多い。まあ、この日はね雨が降らなかったんでよかったです。この前の散歩の動画かな、新宿の散歩動画の時はね、よし撮影しようと思ったら雨が降ってきちゃってさ、降ってきちゃったから撮影できないじゃんとか思ってたんだけど、まあ、途中で雨止んだんだよね。でもこの日はね雨が降らなかったです。あれ、ここも電柱がないか、もしかして地中に電線が埋められてるのか。やっぱりそういう街ってさ、すっきりしてていいよね、見た目が。おお、子供一人なのかな。結構夜遅いと思うんだけど、この時間。塾帰りなのかな。まあ東京に住んでる人はね、まあ、小学生でもね、その中学受験の勉強をするために、小学校から帰ってきた後にね、塾に通う人っていうのが結構いるからね。まあ、日本の田舎ではそんなことはないんだけど、東京だとね、その中学受験する子供多いからね。うん、偏差値が高いくて、あとはね、東京大学とか、そういう、まあ、有名な大学に進学するために、そういう進学校に入りたいっていう思う人が多いんだけど、どうなんだろうあれってさ、子供の意思なのかってちょっと微妙な時があってさ。うん。親がね、子供の意思とは関係なく中学受験させるって決めてることもあるからね。そろそろじゃない？そろそろ東京スカイツリーに到着すると思うんだけど、まだだっけ？だって結構、もうだいぶ歩いたよね。まだ到着しないのか？あ、交番だ。日本ではね、こういう、その交差点の付近に交番があることが多い。まあ、交差点とかじゃん。その事故が起きやすいのって、車の。だから、その交通ルール無視してないかなっていうのを常にチェックするために、こうやって交差点のところにね、交番が多いのかなって思うんだけど、ここはちゃんと分かれてるのか。この道の右側が自転車が走るようになってるのかな。なんかそう、さっきそんな感じの標識みたいなのを見た気がしたんだけど、お、正面写真を撮影するボックスだ。左側に見えるの。ある？なんかね、みんなの国にもさ、証明写真を撮影する機会って結構置いてあったりするの？日本はね、ああいう証明写真を撮影するための機械がね、結構置いてあることが多いんだよね。で、何に使うかっていうと、就職活動の時のエントリーシートに貼る自分の写真とかだよね。
まあ、あとは、まあ、留学とかかな。そういう、まあ、進学する時の書類に自分の写真を貼る時に使うね、あの機械は。でもね、僕はね、ああいう証明写真撮影用の機械はね、今まで使ったことがないんだよね。自分で写真撮るか、写真撮ってくれる人にお願いする、僕は。うん。あ、自転車屋さんだ。自転車漕いでる時って楽しいよね。僕もね、実家には自転車あるんだけど、今一人暮らしの家には自転車なくてさ。で、なんか何回も思ったんだよね。ああ、自転車買おうかなとか。思ったんだけど買えてないね。うん。いや、だってさ、なんかいざ自転車を買って、あまり自転車乗らないと、なんかお金無駄遣いした気がしちゃうじゃん。うん。だからそうなったら嫌だから買えないんだけどさ。また赤信号か。なんかこの通りさ、信号機多くない？信号機多いよね、絶対。お、結構東京スカイツリーが近くなってきたぞ。そろそろ到着かな。でね、まあ、東京スカイツリーのふもとはね、ショッピングモールがあって、いろいろね、買い物できるようになってるんだよ。うん。だから、まあ、東京スカイツリーに行くときって、まあ、何を一番楽しみにするかって、まあ、多分、展望台に登ることだと思うんだけど、展望台にね、登らなくても、本当にいろんなお店があるから、まあ、ショッピング楽しむことができるんだよね。お、東京スカイツリーの写真撮ってる人いたね。あ、この人も多分、記念撮影撮ろうと思ってるよね。あ、この場所いいね。あ、この場所なんかさ、その東京スカイツリーと自分の間に邪魔するような建物もないから、いい写真の撮影スポットじゃん。いいね。ここも開けてて。なんだろう、ここは公園なのか？何これ、公園？なんか謎の広場だね。遊具も一切ないし、やっぱり東京スカイツリーが近くなってくると、交通量も増えた気がするし、人の数もちょっと増えてきた気がするぞ。さて、そろそろ見えてくるかな。東京スカイツリーとその周辺のモールが。お、見えました。やっと到着だね。東京スカイツリーとその下にあるショッピングモールの、空町っていうショッピングモールです。到着したね。何分歩いた？ 20 分ぐらい歩いたかな、浅草から。到着しましたよ。多分この方々は空町でショッピングを楽しんだのかな。多分そうだと思うんだけど。で、ここにね、川があるんだよね。でね、この川沿いに植えられてる木が桜の木で、春は結構綺麗な景色見れるんだよ。だから、東京スカイツリーと桜を一度に眺めることができるんだよね。川にライトの光が反射してて綺麗だった、今。で、このモール結構大きくて、しかも目の前に駅があるね。東京スカイツリーに直接行ける駅だね。そう、このモール結構大きくて、結構たくさんの
店が入ってるんだよ。まあ一旦このモールの脇を歩いていくことにしようかな。で、このね、その道沿いにもね、お店がこうやって左側にたくさんあるんだよね。そうそう、こっからもね、ここにも入り口があって、ここからこのショッピングモールに入ることができる。で、また薬局だね。あ、スターバックスもあるじゃん。スターバックスってさ、本当にどこでもあるよね。うん、本当にすごい。どの国のどの都市に行ってもあるじゃん、スターバックスって。まあ日本だとね、スターバックスの店内で勉強とか作業とかしてる人が結構多いからね。で、僕は結構、まあスターバックスに行ったらね、そのコーヒー飲まないでココア飲むって話はしたんだけど、まあ日本以外でスターバックス行くときはね、その現地限定のマグカップを買ったりするんだよね。なんかいい感じの音楽が流れてる。心地よい音楽が流れてるんだけど。あ、で、あ、駐車場は空って書いてあるね。車で来ても駐車場は満杯じゃないから、いいね。車で来た人も何の不自由なくここに止められますよ。もうなんかすごい壮大な空間が広がってるんだけど。タクシーとかでこの空町に来たらそこに泊まるのかな。で、東京スカイツリーってできたの確か2011年とか12年とか、そこら辺だと思うんだよね。で、東京スカイツリーの開業と同時にこのショッピングモールも開いたと思うんだけど、なんかまだ全然新しい雰囲気あるね。2012年って言ったらさ、今が2025年だから13年前じゃん。なんか13年前にできた建物にしてはなんか綺麗だな、まだ。まあ、ちゃんと掃除をしてる人がいるんだろうね。あー、そろそろ部屋の掃除しなきゃ。最近ちょっと部屋の掃除サボってまして、私。ちょっと部屋の掃除しなきゃいけないことを思い出した。うん。まあ、ルンバみたいにね、自動掃除ロボットみたいなのを使いたいなって思うことあるんだけど、まあ、今住んでる部屋さ、狭いからさ、わざわざそれを買う必要もないかなって思ってて、買えてないんだよ。なんだこの右前にあるオブジェは。何を表してるんだこれ。なんすかこれ。あれでもなんか、このオブジェの周りに人が集まってるな。あれなんでだ。え。なんかね、綺麗な空間だけど、なんでここで写真、そっか。このオブジェと一緒に、多分東京スカイツリーを撮影することができるのか、多分だけど。多分そういうことだよね。お店の中結構人いたね。見てみる？どんな感じなんだろう。うわー、すげえ。うわ、高っ。634メートルだからね、この東京スカイツリー。首痛くなるよね、これ。いや、これね、僕、上見たんだけど、ちょっと首痛くなったね。そう、生きててあんまりさ、上を見ることってないじゃん。うん。まあ、ちょっと見てみたけど、上見てもさ、天井しか目に入ってこないじゃん。意外と上見ることってないよね。で、僕はね、昔バスケットボールやってたから、その時はね、結構上見ることあったけど、ね、だから、高校生の時かな、もうその頻繁に僕が上を見てた時期っていうのは。
最近はもう、全くないね、上を見る機会っていうのは。うん。ダメだね。下ばかり向いてちゃダメだ。ちょっと上を見ないと。うん。あ、で、ここはあれか、トラックとかが入ってくる場所なのかな。で、僕ね、まあもちろん、あれ、ちょっと待って。オフィスか。これオフィスビルか。そうそうそう。そう、この前にもオフィス専用って書いてあるけど、だからこれはね、オフィス利用専用の駐車場っていうことだと思うんだけど、この東京スカイツリーはね、そのオフィスビルも隣接してるんだよね。だからここで、まあ、働いてる人もいると思うんだけど、まあ、ちょっとね、この東京スカイツリーって東京の中心地からは遠い位置にあるんだよね。うん、だから若干アクセス悪いのかなって思うんだけど、どういう企業が入ってんだろう、このオフィスビル。あれ、さっき何の話してたんだっけ。あ、忘れちゃった。なんだっけ。忘れたわ、ごめん。マジで忘れた。あ、そうそう。僕さ、やっぱり日本人だし、東京に住んでるから、何回もこのエリアに来たことあるんだけど、この東京スカイツリーのこっち側に来たのは初めてだから、初めて見る光景で結構興味深かったんだよね。結構でかいじゃん、このショッピングモール。で、こっちにもね、ほら、交番もあるし、こうやって小さいバスも走ってるけど、こうやってターミナルもあるんだよね。でこっち側来たことなかったから、こんな場所もあるんだとか思ってたんだけど、やっぱりこれ、アメリカ国旗だよね。いや絶対アメリカ国旗だってこれ。まあ今日ね、まあこの日はね、トランプ大統領が来日されたということで、まあ今日一日はこの色なんだろうね。じゃあちょっと上に行ってみようか。この階段をね、登ってみたら、どんな景色が広がっているんでしょうか。もうなんか、神々しい光がエスカレーターで、エスカレーターに広がっておりますけれども。すげえ。634メートルの電波塔ですよ、これが。今日はレアだね。アメリカ色にライトアップされてる。で、これね、そう。なんかまだ階段が続いてるんだよね。で、ショッピングする人は、まあ、途中でね、このエスカレーターを降りて、店に入っていくと思うんだけど、まあ、今回はね、僕が、あれ上に行ったらどんな景色なんだろうって思ったから、上に行くわ。まあ、この階段もいいね、緩やかで。まあ、急な階段だと疲れちゃうじゃん。お、いいね、ここも雰囲気が。うん。なんか、ただの直方体じゃないからいいよね。こうやってなんかさ、不規則なデザインっていうか、このデザイン好きですよ、僕。でも結構ね、普通の階段だとね、一段飛ばしすることが多いんだけどさ、この階段結構緩やかだったからね、ちゃんと一段ずつ一歩ずつ踏みしめて登りましたよ。うん。はい。で、ここの階層ではね、まあ、ここから東京スカイツリーの展望台に行くことができるっぽくて、うん。で、目の前に見えてるところで、まあ、多分ね、東京スカイツリーの展望台に登るためのチケットとかを売ってると思うんだけど、
わあ、いいね、この雰囲気。まあ、冬になったらね、この外で過ごせない日っていうのが続くんでしょうけれども。でも最近ちょっと、この日さ、久しぶりに晴れたって言ったじゃん。だからこの日ちょっと暖かくなったんだよね。連日の雨の日は本当に寒かったからな。じゃあ僕はね、まあ、この室内には入らないで、まあ前に進みますよ。うん。おお、なんかいい感じのベンチ。雰囲気良さそうだね。家族で座って何の話してるのかな。君、君は将来何になりたいんだいみたいな。そういう話してるのかな。まあ、話してる内容気になるけどね。まあ、ああいうなんか雰囲気がいいベンチっていうのはやっぱりカップルにおすすめだけどね。なんかここの東京スカイツリーっていうのはやっぱり家族が多いね。まあ子供はね、そのでかい建物とかね、好きだからね。で、今のところから多分ね、チケットを購入したりとか、エレベーターに乗って展望台に登ったりすると思うんだけど、とりあえず前に向かって歩くよ。で、僕ね、東京スカイツリー何回登ったかな。多分人生で2回ぐらい登ったことがある気がする。でも、最後に東京スカイツリーの展望台登ったのって、多分、中学生の時とかかな。うん。だから結構長い間、登ってないんだよね、スカイツリー。まあ、海外の友達とかが来たタイミングとかで登ってみようかな。さすがにね、その634メートルの電波塔の展望台ってめっちゃ高いからね。はあ、前さ、新宿の散歩動画でさ、その東京都庁の展望台からの景色をみんなに共有したけど、あの景色よりも全然高いところからの景色だからね。でさ、なんとね、このショッピングモール、水族館もあるんだよね。で、その水族館はね、僕は行ったことないんだけど、まあ、一旦ね、その入り口まで行ってみようかなと思ってさ。で、目の前にさ、階段あるじゃん。で、この階段今まで僕人生で一回も登ったことないんだけど、この階段、まあエスカレーターを登るとね、その水族館があるっぽいから、どんな感じなのかちょっと見に行くわ。このモールっていつね、閉まるんだろうね。うわ、こっちの階段は、さっきの階段よりはね、緩やかじゃないで、こうやって一段飛ばしで登っちゃうけどさ。ここ初めて来た、僕。ほら、墨田水族館って書いてあるんだよね。だから本当に水族館なんだと思うんだけど、なんかね、空いてるね。まあ多分そろそろ閉まる時間帯なんだろうね。なんか雲が立体的じゃない？ほら、なんか写真撮ってる人いるよ。この雲の感じなんか珍しいな。あ、お月様が左に出てる。あれ、ここでなんだろう。バーベキューとかできるのかな？ここにね、なんか利用案内が書いてあったんだけど、そう。ゴミはポイ捨てしないでくださいとか書いてあるんだけど、ここ予約とかする必要あるのかな？なんかバーベキューができそうな雰囲気だったけど。あれ、結構もう遅い時間なのに、中に入っていく人がいるな。ね、いつ閉まるんだろうね。この水族館。
じゃあ階段降りますか。結構ね、たくさん見たね、今日は。いろんなもの見たよね。もうなんか、最初の方は浅草の街を歩いてたんだね。いや、今日も盛りだくさんだったけど、どうだった？そろそろちょっとさ、散歩終わりにしようと思うけど。みんな興味持ってくれた？浅草だけ行く人もいると思うんだけど、東京スカイツリーもね、こうやって、まあいろいろな、まあ場所があってね、まあ面白いところだから、まあぜひ東京スカイツリーにも来てみてね。ちょっとね、お腹空いてきたわ。ずっとぶっ通しで喋ってたらお腹空いてきた。じゃあね、僕は夜ご飯食べてくるわ。みんなもね、まだ夜ご飯食べてない人いたら食べてきていいよ。はい、ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画で終わりにしましょう。バイバーイ。